こんにちは、あやこです。今回の動画は先日1歳6ヶ月の息子とワンオペ旅行に行ってきたので、その時のパッキングをご紹介したいと思います。子供連れでなおかつワンオペ旅行となると、できるだけ荷物を減らして両手は開けておきたいですよね。なので今回はリュック1つとポシェット1つでの1泊2日のパッキングと軽量化のコツをご紹介していきたいと思います。我が家で旅行に必要なアイテムは Google のスプレッドシートにまとめて夫婦で共有しています。当日の朝に準備するものもあるので、そういったものは忘れないようにあらかじめ黄色いマーカーで印をつけています。では早速ご紹介していきます。まず荷物を入れるリュックですが、私が使っているのはアークテリクスの26リットルのサイズのものを使用しています。リットルで表記されていてもよくわかんないんですけど、実際に店舗で試着してサイズ感を確かめてから購入しました。これは仕事へ行く時もプライベートでも利用しているリュックになります。まずこのバッグの良さをお伝えしておくと、とにかくポケットの量が多いんですよね。左右に少し長めのポケットがついています。入り口が絞れるようになっているので、水筒とか入れて逆さにしても勢いで落ちてくるっていうことが少ないのが嬉しいポイントです。前面の左右にもチャックがついていて、結構大きなものを入れられるようになっています。それぞれ独立した袋なので、中で物がごちゃごちゃとなることも防げます。上の方には少し浅めのポケットがついていて、取り出す頻度の高いものを入れたりしています。仕切りもこんな感じでついています。メインとなる収納にはチャックが下まで降りてくるので、がっつりと開くことができます。そこの町も結構広めで、コンビニのそぼろ弁当とかだったら縦にならずに入るんじゃないかなと思います。白いティッシュケースは付属のものではなくて、無印良品で買って私が後からつけっぱなしにしているものです。内側にも浅めのポケットと深めのポケットがしっかりとついています。このリュックに加えて貴重品などを入れる小さめのショルダーバッグを持っていくのが私の基本的なスタイルです。リュックだけだとどうしても荷物の出し入れに手間取ってしまうため、片手で取り出せるバッグがあると安心です。私はヤーキのバッグを使っています。それぞれの荷物はおむつとかご飯とかのカテゴリーごとにジッパー付きのポリ袋に入れて仕分けしています。普段外出する時もこの保存袋を使っていまして、あらかじめ袋に入れるものを記入しています。今回のように旅行であればスプレッドシートをチェックするんですが、普段の外出であればこの袋に書いてあるものを順番に詰めていくだけで思考力ゼロで準備ができます。ではまず子どものアイテムから準備していきます。まずご飯の時に使うアイテムです。基本的にはその場で捨てられるように使い捨てのエプロンやウェットシートを持っていきます。スプーンやフォークも今の月齢であれば特にこだわりはないので、その場にあるもので対応しようと思っています。念のため1本だけこのサブの小さいスプーンを入れています。またこのストローはマグ用のストローで、マグのストローって結構洗うのが大変なので、この部分を曲がるタイプの使い捨てのストローにしていて、それで普段からそういう風に運用しています。続いておむつ関係のアイテムです。1泊2日なので今回はおむつは9枚ぐらい持っていきます。ホテルでも少量販売しているという情報があらかじめあったんですが、買い足しは考えずに足りる量を持っていきました。おむつ替えシートとしてペット用シーツを使っていて、これを3枚持っていきます。今回はホテルでゆっくりする予定なのでこの量で足りるかなと思いますが、外出メインの旅行であればもう少し量は多めに持っていきます。おむつはかなりかさばるので圧縮袋を使ってもいいのかなと思いますが、減る体積はもう誤差かなと思うので普通に詰めていきます。それでもこんな感じでコンパクトに収まりました。続いて着替え関係です。持っていくものは次の日の着替えと靴下、パジャマです。
今回はホテルに洗濯乾燥機がついていたので、もし汚れてしまったらその設備を利用すればいいと思ったので、ギリギリ足りる量だけで持っていくことにしました。で、最悪洗濯乾燥する時間がなかったとしても、前の日に着ていた服やパジャマを着てしまえばいいかなと思ったので、いずれにせよ着替えはギリギリでいいかなと思いました。普段の生活、子供の生活を見ていて、どれぐらい子供が汚れる可能性があるかっていうのと、もし汚れてしまった時のリカバリする大変さ、それと予備の着替えを持っていく手間を比較して、ぴったりの数だけ持っていくことに十分正気があったので、この枚数でいいと思いました。ジッパー付きの保存袋であれば、圧縮袋ほどではないにせよコンパクトにまとまります。続いて洗面用品です。洗面用品ですが、シャンプーとボディーソープはホテルについているものを使います。もし月齢が低い時はこんな感じで100均の小分けボトルにボディーソープを詰めていたという時期もあったんですが、今はもう大丈夫なので持っていかないことにしました。お風呂上がりもクリームなど塗ることもあるんですが、1日ぐらいはワセリンのみで大丈夫かなと思うので、ワセリンだけ持っていきます。そして子供用の歯ブラシも入れていきます。夏場の場合はこのセットに日焼け止めや虫除けクリームを追加することもあります。それ以外のアイテムとして子供がお気に入りのタオルを持っていきます。このタオルがあるとめっちゃ寝てくれるんですよね。続いて大人の持ち物です。冬の旅行なので1日目に着たニットとズボンは次の日も着ることにしていて、インナーの替えや下着、靴下を持っていき、また今回のホテルは浴衣でして、私はかなり寝相が悪いのでズボンと T シャツは持っていくことにしました。次の日に使うハンカチも入れておきます。化粧品やスキンケアは今使っているものをボトルごとそのまま持っていくこともあるし、今回はちょうど少し前に旅行をしたばかりなので余っていたスキンケアを入れました。いつも使っているものが完全再現できなくても1日ぐらいという気持ちでおります。メイク落としは普段使っているものをそのまま入れます。普段使っているヘアオイルも持っていきます。これはポンプのところを回転させるとロックがかかるようになっているので、持ち運びにも便利なので重宝しています。使い心地は結構重めです。バームを持っていく場合は1回分をこういう感じでラップに出して貼り合わせて包んで持っていきます。歯ブラシ関係は今やないホテルも結構あるので、もう調べずに一律で持っていくことにしています。電動歯ブラシなので少し重さはありますが、それも誤差かなと思って気にせず持っていきます。先ほど紹介した子供の歯ブラシとワセリンもこちらに入れます。化粧品類は当日朝メイクが終わったらこういう風に袋に入れて持っていきます。念のため頭痛薬も入れていきます。ちなみにポーチは無印良品のポリエステル吊るして使える洗面用具ケースです。定番のアイテムなので説明は不要かと思いますが、我が家でもずっと使っていて、最近このベージュを買い足しました。その他モバイルバッテリーやスマホの充電器、予備のティッシュやウエットシートを持っていきます。あと忘れていましたが、母子手帳はこの背中の薄いスペースに忍ばせます。ではパッキングしていきたいと思います。使う可能性の低い大人の荷物から詰めていきます。子どもの荷物は道中では使わない可能性の高いパジャマや着替えは下の方に入れていきます。おむつや食事関係のアイテムはすぐに取り出せるように最後の方に詰めていきます。スマホの充電器は割と使う可能性もあるのでポケットの上部の方に入れました。
ティッシュの予備とウェットシートはこの無印のティッシュケースに入れておきます。リュックと紐でつながっているので、リュックの中で迷子にならないのが嬉しいポイントです。電車や新幹線でぐずった時のために、子供の好きなタオルは上の方に入れておきます。2人分の水筒はこの左右のポケットに詰めていきます。あと大切なものを忘れていました。子供用のお菓子なんですが、こちらの無印で購入した立体のペンケースに入れていきたいと思います。なんでこのポーチを選んだかっていうと、自立するぐらい形がしっかりしているので、お菓子を入れてもカバンの中で潰れてぐしゃぐしゃになってしまうことも少ないかなと思い、こちらを購入してみました。今度ブルボンとルバンドでも入れて実験したいと思います。で、お菓子をリュックの空いてるスペースに入れてパッキングは完了です。まだ余裕がある感じです。離乳食を食べていた時はこの上に離乳食を入れることもしていたので、1歳ぐらいの子供でもこんな感じで旅行が1泊リュック1つで行けるんじゃないかなと思います。旅行の時と同じ服装ではないのですが、ショルダーバッグとリュックを背負うとこんな感じです。結構ボリューミーになってしまいましたが、実際の旅行では不自由なく行動できたので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ご視聴いただきありがとうございました。